本日はお久しぶりにチヂミなんですけれども、今回はこちらの豚こまとチーズを加えた仮餅豚チーズチヂミ作っていきたいと思います。でプラス絶品タレで、我々今回最近ね来てるからしブームのからしのね絶品タレを作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていくんですけれども、まずじゃあちょっと粉だけさっさと用意しとこうかな。だいたい小麦粉と片栗粉を、6対4、7対3ぐらいの割合で小麦粉を多めにいきます。今これで小麦粉がだいたい 60g 分ぐらいですね。でもうこれに片栗粉を追加して合計100にします。これで小麦粉と片栗粉合計 100g 分ですね。今回だいたい6対4でやってます。もう入れていきます。で合計 100g 分だったら同量のお水ですね。ですいません、100g だな、これ合計1カップですね。1カップ分に合わせて同量のお水、今回 200cc ですね。もう入れちゃっときます。でここに卵も1個入れておきます。はい、でとりあえずこの後ね卵全部入れて、で一緒に入れていく野菜類、今回は玉ねぎ、人参とニラです。で人参は3分の1、こちら千切りにします。まず薄切りにしたら、あとはもう縦にカットして千切りに。で結構ね細かめの千切りにして一緒に混ぜてあげた方が仕上がりもカリッと仕上がりやすくなります。じゃあまず人参はね約3分の1本分ぐらい千切りでもう入れちゃいます。まだ卵も溶いてないけど。じゃあお次こちら玉ねぎ2分の1個分で、これはねそこまで薄くしなくていいんだけど、カレーとかに入ってるやつよりはちょっと薄いかなぐらいで、一応ね甘みを出す方法といったら、なんかこの繊維に沿うんじゃなくてこう立つように切る方がいいみたいなので、一応ねそれを意識して、この辺はねお好みです。そこまで気にしなくてもいいよ。人参と同じぐらいの千切りよりちょっと分厚くてもいいかなぐらいで、玉ねぎはいカットしたら入れちゃいます。はい、であとはニラ、これ少量、スーパーでね買ったやつ少量って書いてたやつなんで、普通の1本分よりは1本分っていうか1束分よりはちょっと少ない量ですね。でこれはもう水洗いは終わってるので、大きさ的には人参の千切りと同じぐらいの長さにカットしちゃってください。ニラはねたっぷりの方が美味しいです。はい、ニラ、はい、野菜類全部この中に入れたら、あとここにだしだ1本入れちゃいます。で今回だしだこちら1本分入れて 8g 分ですね入れちゃって、ちょっと一旦こちら混ぜちゃうのかな。だしがない場合はあごだしとかでもいい、結構おだし系をね適度に入れてあげて、ガラスープとかでもいいし。じゃあちょっと混ざったらこんな感じで具だくさんですね。でこちらの粉もねきちんと水に溶けて、あと野菜も入ってるんでね、そこから水分も出てくるんで、はい、そしたらこちらの中に軽く塩コショウだけしておきます。でお塩は少量、黒コショウはたっぷりねぐらいの感覚ですねいつも。であとこちらに今回こちらのチーズで、これはねもともと 100g あるんだけど、これ全部入れるとちょっとねすんごくなっちゃうんで、大体入れても3分の1ぐらいかな。初めからもう入れちゃいます。チーズ好きな方はねもっとたっぷり入れてもいいし、で今回特製のタレはつけるんだけど、チーズが入ってるとね結構しっかり味もするので、タレなしでも十分美味しくいただけます。であとさっきね塩少なめにしたのもチーズのね塩気が中に入るんで、そんなに入れなくても大丈夫。これで基本的に種は完成で、あと今回豚肉を入れるんだけど、豚肉ね混ぜ込んじゃうとね中まで火を入れるのが大変になっちゃうんで、豚肉は表面にやります。で今回豚こま 100g 約 100g 用意してるんだけど、豚こまはちょっとね結構ね中大きいんですよ。なんでこれをもうちょっと細かくカットしておきます。でも適度でねいいよ。はい、これにも軽く塩コショウだけはしておきます。
で豚こまはね適度にほぐしておいて、最後生地を流し入れた後に上に軽くトッピングじゃないけど乗せていく感じにしますね。ではこれで材料の準備は完了。では火にかける前に先にタレも作っときます。じゃあお久しぶり登場、こちらのシェイカーでタレは作っちゃいます。まずこの容器の中にお醤油大さじ3杯、お酢大さじ2杯ほど、美味しいんだよね。美味しいよ。ごま油こちら大さじ1杯、お砂糖、この量だと大さじ2分の1ぐらいでいいかな。はい、お砂糖で、こちらにごまはね適量でたっぷりめの方が美味しいよ。あともうちょっと辛みをピリッとさせたいんだったら、ここにちょっとコチュジャンとか唐辛子入れてもいいんだけど、今回はねからしでいけます。ちなみにね、からしだれじゃなくて普通のちょっとこういう醤油ベースにしてんだったら、もうさっき言ったみたいにここにあとちょっと唐辛子系入れてあげれば、それだけでも十分美味しくなります。さらにねこれ入れると抜群に美味しいです。やみつき具合がやばいよね。やばい。このタレはしかもキンパとかにも合うんだそう、よね。美味しいつけだれとして。でからしを大さじ1杯たっぷり。そんなにって量入るんですけど、それくらい入れてちょうどいい。なんか唐辛子みたいな辛さとそうそう全然違うから、どちらかといえばやっぱわさびだよね。じゃあそちら全部タレ入れたら、あとは僕はこのシェイカーでやるんですけれども、普通にね混ぜ合わせるだけでいい。ただこのシェイカーマジでね、ちゃんと口閉めないとたまにぶっ飛ぶからね。 OK、やっちゃったんだね。これちょっと口開いてる状態で振った瞬間全部飛んできた危ねえ。こちらで特製のからしだれ完成。めっちゃ美味しいよこれ。味見したら抜群でした。 OK、 じゃああとは焼いていきます。火にかけていくんですけれども、フライパンにで最初ごま油最初から最後までねずっと使ってもいいし、ごま油ね最後香り付けと、あと追い油でカリッとさせる時に追加したら十分その時に香りはつくので、だったら最初揚げる時だけは米油とか普通のサラダ油でね、容量が多くて安いやつとかでも大丈夫です。そこら辺はねお任せです。最初からごま油でも全然いいよ。で油はほんとちょっと多めで、俺最近ねちょっとこの米油にハマっちゃっててさ、さらっとしてて全然油っこくないんだよね。火は中火ぐらいで、ちょっとフライパン温まってきたらここに先ほどの種流し込んでいきます。今回これ2枚分って考えてるんで、2分の1ぐらいで。でちょっと薄く広げていきます。はい、こんなもんかな。入れたらこの上に先ほどの豚肉半分だけちょっと散らしときます。そしたら一応ね少しだけ生地を上からこの豚肉の上の方にね軽く少量でいいです。くっつく剥がれないようにね。そしたら蓋をして、これ薄いんで結構すぐ火は入るんで、焦げないように注意しつつ1分ほどまず火にかけていきます。では1分経ったので、さていい感じに剥がれるかな。お、来てますね。はい、じゃあちょっとカメラがあれだけど繰り返します。こんな感じでいいね。縮めはね全然こうやってギュッて押してあげていいので。でももうねもうすっごいカリカリ、こっち側の面も。でちょっとだけこの段階でも少しだけね軽く周りに油ちょっとだけ入れてあげてください。両面ねカリカリにしたいんで。でこっちの今ひっくり返したこっち側の面は豚肉がねついてるのでしっかりと焼くんですけれども、今回そんな分厚い生地でもないから蒸し焼きにしなくても大丈夫かな。火さえ通れば。なんでまた同じぐらいの中火でもう1分間やっていきます。で本当ねコツとしてはもうね惜しみない油でしっかりと揚げ焼きっぽくしてあげるのがねカリカリで中がもっちりするポイントですね。はい、じゃあ1分ほど経ったのでもう一回最後繰り返していきます。よいしょ。完璧じゃない？もう見た目もほぼお好み焼きみたいなもんよ。そしたら最後は火強火にして
最後の香り付けでごま油周りに流し入れて、これでカリカリに揚げていきます。ああ、いい香りで、こっからはもうね、あとは揚げ色がしっかりつくまでいくので、もうお任せですね。お家のね火力次第なんで、ね、もう美味しそうな揚げ色になったら、焼き色になったら取り出す感じですね。で、油入れた後一回ちょっと持ち上げてあげて、下にね油流してあげると綺麗にね焼き色もつくんで。よし、じゃあ最後の、いい揚げ色オッケー。じゃあこちらで今回のカリもち豚チーズチヂミ完成。じゃあ先ほどのねタレにつけて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずはいかわいい。ではこうちゃんから。じゃあちょっとでもこっちの方が後半にやってるやつだからよりね、いただきます。素晴らしい音がしている。もうだってもう触った感じがカリカリだもん。ちょっと待って、いただきます。あ、つけちゃった。いやいや、好きに食べたよ。ほんと外サク中がちょっともちっとしてる感じで、やっぱチーズが入るからさ、チーズの香ばしさと、あと豚肉の部分俺ちょうど食べたんだけどさ、ちゃんと豚の味も分かる。そして野菜の甘み完璧です。もうすごいよ、こうちゃん。完璧なんだけど、ちょっとからしだれで。チヂミって今まで結構僕たちの動画でも作ってるんですよ。だけど圧倒的超えてきた。もうマジでほんとお店より絶対美味しい。もうこのね焼き加減と生地がすごすぎて完璧だ。完璧すぎる。あとはね、やっぱこのタレってお店では絶対食べられないんで、このタレがねさらにやみつき度合い増しちゃってて、とんでもないことになってます。もうほんとね、具材の量とかも完璧。もうそれぞれの味もちゃんとするし、めちゃくちゃ美味しい。で、上に混ぜずに乗せてくれてるから、一番最初にお肉が来るんですよ。なんでお肉の味もしっかり味わえるし、で下味もちゃんとつけてくれてるから、お肉の味もしっかりしてるし、もう全てが完璧。マジでこのチヂミを出してくれるお店は当たりだと思う。絶対に、まあ100%通う。でさ、チーズはもちろんさ、とろけるチーズのお好みでいいんだけどさ、今回のチーズってさ、種類が多いやつなんですよ。やっぱ種類が多い方がよりねチーズのね味が分かってね、個人的なおすすめ。ちょっとお高くなっちゃうんだけど、3種のチーズだったかな。今まで食べたチヂミで一番うまいわ。マジで。でもこの生地の割合が一番いいね。めっちゃもうこうちゃんやばい。これもう一回同じ生地作って他の具材でさ、そう、何の具材でも美味しいもん。ただ野菜だけはね全部、玉ねぎ、人参、ニラは絶対入れてほしいね。マストだね。で、前にこうちゃんが大葉入れてくれたんだけど、大葉もめっちゃうまかったです。でもやっぱこの玉ねぎの甘み、でこの人参も結構まだシャキッとしてるじゃん。でニラの香りも最強です。ほぼ1枚これ食べたけど、これ食べていいの俺。
じゃあもともとこうちゃんのやつちっちゃかったからいいんだよ。みんなの感じでこいつでけえからこれちっちゃく見えるけどみたいな。違うもともとこっちがちょっと大きかったら全然。あざーす。いやでもマジで本当にお腹が空いてるし、もうね最高です。最高。今そんなこと聞いてくれると思わなかった。ラスト、じゃあラストタレ俺たっぷりつけたのよ。マジでうまいわ。ちょっとびっくりしてるよ。ということで本日は久々なんですけども、特製のタレとカリモチ豚チーズチヂミをこうちゃんに作っていただいたんですけども、今までね何度もねチヂミはねこうちゃんに作ってもらってるんですよ。ただね今回のマジでびっくりした。本当に生地がまずね鬼のようにうまいです。もう僕が一番欲してるもう感じの生地になってて、本当にカリカリだしもっちりしてるんでめちゃくちゃ美味しいです。生地がとにかくうまい。野菜とかお肉の分量とかももう本当ね絶妙なんだよね。チーズの入れ具合も多すぎず少なすぎずで全部の素材がちゃんとね味わえるんですごくおすすめだなというのと、やっぱこれもうねこのタレだけはね本当に絶対試してほしい。これ普通に本当にチヂミだけどさ、キキンパンもいたし、餃子とかのタレにしても美味しいし、マジで何にでも合うから。何にでもある。ぶっちゃけ辛何にでもあるって分かっても何にでもにはない。どこにでもあるんかな。お店にもやっぱりないこういうやっぱこうちゃんの特製のタレって皆さんね結構ね楽しみにしてくださってる方多いんですよ。なのでぜひね初めて知った方は真似していただきたいなと。唐揚げとかにもね本当に合うので、はい、ぜひ作ってみてください。マジで今回はもう超絶おすすめなんで作ってみてほしいなと思います、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。